資産2000万円。この金額を超えた瞬間から、あなたの人間関係は確実に変わり始めます。もし、あなたが今、頑張って貯めたお金のことを家族や友人に話したい。この喜びを大切な人と分かち合いたい。そう思っているなら、今すぐその口を閉じてください。その一言があなたの大切な人間関係を永遠に壊してしまう。まさに悪魔の一言になるかもしれません。今日は、資産2000万円以上を持つ人は、なぜ口を閉ざすべきなのか。その残酷な理由と、富裕層が実践する驚きの擬態テクニックについて、徹底的に解説します。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。突然ですが、あなたは、街中で本当のお金持ちを見分ける自信がありますか？全身ブランド品で固めた人、高級車を乗り回している人、そう思っていませんか？実は、それは大きな間違いです。本当の富裕層、特に資産を長く守り続けている人たちは、一見すると、どこにでもいる普通の人に見えます。彼らはユニクロを着て、軽自動車や中古車に乗り、スーパーの見切り品を買うことさえあります。なぜだと思いますか？ケチだからでしょうか？それとも、お金を使う暇がないからでしょうか？違います。彼らは知っているのです。お金を持っていると悟られることが、どれほどのリスクを招くかということを、彼らは社会に溶け込むために、あえて擬態しているのです。今日は、綺麗事は一切抜きにします。お金と人間関係のドロドロとした真実について、メスを入れていきます。最適解は目的次第です。ここではありがちな落とし穴として一般論をまとめます。もしあなたが資産を守りながら平穏に暮らしたいと本気で願うなら、ぜひ最後までお付き合いください。では、行きましょう。まずは、私たちが陥りがちな致命的な勘違いからお話しします。私たちは心のどこかでこう信じています。家族だから安心だ。昔からの親友だから私の成功を喜んでくれるはずだ。結論から言います。その甘えがあなたの資産と精神を破壊します。心理学にはシャーデンフロイデという言葉があります。これはドイツ語で他人の不幸は蜜の味という意味ですが、この逆の感情もまた真実です。つまり他人の幸福は飯がまずくなるという心理です。そして、この黒い感情が最も強く発動するのは、遠くの他人ではありません。あなたの兄弟、あなたの同期、あなたの学生時代の友人、つまり、自分と属性が近い、身近な誰かに対してなんです。行動経済学における参照転売安という概念があります。人は、自分の幸福度を絶対的な基準ではなく、誰かと比較した相対的な位置で判断します。自分と同じような環境で育ち、同じような苦労をしてきたはずのあなたが、コツコツと資産形成をして、気づけば2000万円という、まとまった小金を持っている。その事実を知ったとき、相手の脳内で何が起こると思いますか？すごいね。頑張ったね。という称賛ではありません。なんであいつだけ、何かズルをしてるんじゃないか。俺たちはこんなに苦労してるのに、あいつは楽をしている。こういう、ドロドロとした感情です。これを相対的剥奪感と呼びます。自分から何かが奪われたわけではないのに、他人が持っているものを見て、自分は不当に損をしていると感じる心理です。特に2000万円という金額は絶妙なんです。老後2000万円問題という言葉が有名になったせいで、多くの日本人にとって、そこさえクリアできれば安心できるゴールラインとして認識されています。あなたがそのラインを越えたと知られた瞬間、あなたはこちら側からあちら側へ、仲間から敵へと、認識が書き換わってしまうのです。では、具体的にどんなトラブルが起きるのか、実際にあった事例をベースに、資産公開が招く3つの地獄をご紹介しましょう。1つ目の地獄は、身内という名のハイエナです。これは、
私の知人である50代の男性、A さんの実話です。A さんは、コツコツとインデックス投資を続け、資産が3000万円を超えました。ある正月の集まりで、少しお酒が入っていたこともあり、弟にポロッと漏らしてしまったそうです。もう老後の心配は一応なくなったよと。これが、すべての崩壊を招く悪魔の一言でした。半年後、弟から電話がかかってきました。家のリフォームをしたいんだけど、ローンが通らなくて、200万円だけでいいから貸してくれないか。A さんは一瞬迷いましたが、断りました。投資信託はすぐに現金化できないし、これは老後のための虎の子だから、と丁寧に説明しました。すると、弟の声色が変わり、受話器の向こうから信じられない言葉が飛んできました。兄貴、3000万あるんだろう。寝かせてるだけじゃないか。俺たちは家族だろう。見捨てるのか。金を持って変わってしまったな。それ以来、親戚中にあることないことを言いふらされ、A はお金に汚い主戦度だと噂になり、結局、A さんは実家に帰りづらくなりました。今では、兄弟の縁は事実上、切れています。相手にとって、あなたの2000万円は、血の滲むような努力の結晶ではなく、余っているお金に見えるのです。余っているなら、困っている身内に回すべきだ。この身内ロジックは、理屈では通じません。一度火がついた嫉妬と甘えは、もう誰にも止められないのです。二つ目の地獄は、パートナーの金銭感覚の崩壊です。これは意外かもしれませんが、夫婦間であっても、資産額をすべてオープンにすることが、必ずしも正解とは限りません。例えば、あなたが倹約家で、配偶者が少し浪費家だとしましょう。私たちには2000万円の資産がある。と知った瞬間、相手の心のタガがパチンと外れることがあります。なんだ、余裕あるじゃない。じゃあ、車買い替えてもいいよね。たまには旅行のグレード上げようよ。人間には、パーキンソンの法則というものがあります。支出の額は、収入の額と一致するまで膨張する。という有名な法則ですが、これは資産額にも当てはまります。あると分かれば、使いたくなるのが人間の差がです。あなたが必死に、これは老後のための資金だから使えない。と論理的に説得しても、一度緩んでしまった相手の金銭感覚には、なかなか響きません。むしろケチくさいとの知られ、家庭の空気が悪くなる原因になってしまうのです。そして三つ目の地獄。これが最も陰湿で、精神を削られるものです。友人関係の静かなる崩壊。資産があることが知れ渡ると、露骨におぼってよとは言われません。その代わり、会話の端々にトゲが混ざります。ランチの店選びで、〇〇さんはお金持ちだから、こんな店じゃ満足できないよね。と皮肉を言われる。仕事の愚痴を言えば、でも、あなたはお金があるからいいじゃない。いつでも仕事辞められるんでしょ。と、共感を拒絶される。今まで対等だった関係が、持つものと持たざるものという、上下関係、あるいは敵対関係に、勝手に書き換えられてしまうのです。いかがでしょうか。これでもまだ、あなたは資産額を公表したいと思いますか。承認欲求を満たすためだけのたった一言が、これだけのリスクをはらんでいるのです。じゃあ、どうすればいいの？お金持ちになっても、誰にも言えないなんて孤独すぎる。そう思った方もいるかもしれません。しかし、安心してください。ここからは、資産を守りながら人間関係も守る、富裕層の知恵、議体の戦略についてお話しします。賢いお金持ちたちが実践しているのは、能あるたか発明を隠すならぬ、金あるたかは貧乏を装うです。これをステルスウェルスと呼びます。具体的なアクションプランを3つご紹介しましょう。戦略その1、ユニクロを着て日常に溶け込む。冒頭でお話しした通り、なぜ小金持ちや富裕層の一部は、あえてユーツロや無印良品を好むのでしょうか。もちろん、品質が良いからという理由もあります。
ですが、もっと深い心理的な理由があります。それは記号性を消すためです。ブランドのロゴが入った服やバッグは、私はお金を持っていますという強烈なメッセージを発信します。これは周囲に対して、私を評価してください。あるいは、私に嫉妬してください。と叫んでいるのと同じです。一方で、シンプルな服は、その非合性を持ちません。周囲の風景に溶け込み、誰の感情も刺激しません。この無色透明であることこそが、最強の防衛策なのです。私の知っている資産1億円超えの投資家は、いつもよれ売れの T シャツを着て、最近、物価が上がってきついよね。とニコニコ話しています。誰も彼が億万長者だとは思いません。だから、誰からも攻撃されず、誰からもお金を貸してくれと言われません。彼は、安全圏から、人間観察を楽しんでいるのです。戦略その2、資産を聞かれた時のキラーフレーズを用意しておく。もし、デリカシーのない人から、結局、いくら貯まったのと聞かれたら、どう返すか。絶対に言ってはいけないのは、2000万円くらいかなという具体的な数字です。そして、いやいや、全然だよという単なる謙遜も、隠してるなと勘ぐられるので逆効果です。正解は、住宅ローンでカツカツだよ。投資なんて、減ったり増えたりで全然安定しないし、正直、現金の方がマシだったかもね。ポイントは2つあります。一つは大きな出費があることを強調して、手元にお金がないと思わせること。もう一つは、投資イコール儲かるではなく、投資イコール苦労している。という側面を見せること。相手は投資で苦労している話を聞くと、留飲が下がります。ああ、やっぱり汗水垂らして働くのが一番だな。楽して儲かる話なんてないんだな。と、相手を勝たせてあげるのです。相手に優越感を持たせてあげれば、あなたは安全圏にいられます。負けるが勝ちです。戦略その3、家族内での情報格差を管理する。これは非常にデリケートな話ですが、配偶者に対しては、全額を見せないのが賢明な場合もあります。例えば、将来のための聖域口座と、生活費や娯楽のための日常口座を完全に分け、聖域口座の存在や金額は、自分だけの秘密にしておく。または、老後資金として1000万円を目標にしていると、実際より低い目標額を共有し、それを超えた分は、いざという時のための見えない盾として、隠し持っておく。これは決して、パートナーを騙すことではありません。知らなくていいストレスから、相手を守るための優しさでもあります。大金があるという事実は、人によっては重荷になり、金銭感覚を狂わせる毒にもなり得るからです。ここからが一番大事なポイントです。資産2000万円、3000万円を作れたあなたは、間違いなく優秀で努力家で強い自制心のある人です。その長い年月をかけた努力の結晶を、承認欲求という一瞬の快楽のために、危険にさらさないでください。本当の自由とは、誰かに羨ましがられることではありません。誰かにマウントを取ることでもありません。本当の自由とは、誰にも気を使わず、誰からの干渉も受けず、自分の心に従って生きられる状態のことです。資産を隠し通すこと、ユニクロを着て、スーパーの列に並びながら、誰にも気づかれずに、ひっそりと小金持ちであり続けること、これこそが、現代社会における最高の贅沢であり、最強のセキュリティです。あなたの通帳に刻まれた数字は、あなただけの秘密の勲章です。夜、一人でお酒を飲むときに、スマホの画面で資産残高をこっそりと眺めて、にやりと笑う。それだけで十分じゃないですか。その孤独な満足感こそが、あなたが手に入れた自由の証なのです。もし、どうしても誰かに話したくなったら、リアルな友人ではなく、このチャンネルのコメント欄に書き込んでください。ここには、同じ価値観を持ち、
同じように孤独に資産形成をしている仲間がいます。私たちはあなたの努力を否定しません。心から称賛します。リアルな世界では沈黙と擬態を、そしてこのお金と自由の航路の中だけで本音を語り合いましょう。今日は資産防衛のための沈黙の戦略についてお話ししました。もしこの動画が少しでも役に立ったと思ったら、周りの人にはシェアせず、こっそりと高評価ボタンを押しておいてください。これからもきれいごと抜きのリアルなお金の話をしていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。